なぜ、アルプスの山頂で消えた男が、今、この部屋に立っているのか。影はゆっくりと、口を動かした。2026年5月、スイス、アルプス、標高3842メートルの山頂で、実際に起きた話だ。私はその日、完全に一人だった。少なくとも、そう確信していた。山頂へ続く最後の登山道を歩いていたのは、夕暮れが迫る時間帯だった。他の登山者はとっくに下山していた。風の音だけが響く。静寂の世界。雲が足元に広がり、まるで空の上に立っているような感覚だった。私はカメラを取り出し、セルフタイマーをセットした。沈みゆく夕日を背景に、自分の姿を残したかった。シャッターが切れた瞬間、何かを感じた気がした。視線のような、気配のような、言葉では説明しにくい感覚だ。でも振り返っても、誰もいなかった。本当に、誰も、その夜、ホテルの部屋で写真を整理していた。スマートフォンの画面をスクロールし、山頂で撮ったあの一枚を開いた瞬間、私の手が止まった。いた。私の肩越し、わずか数メートル後方、古びた登山服を着た男の顔が、はっきりと映っていたのだ。表情はなく、ただこちらを見ている。ぼやけた背景の中で、その顔だけが妙に鮮明だった。震える手で現地のガイドに写真を送った。返信は深夜に届いた。この顔、知っています。1952年にこの山で消息を絶った登山家のモンタージュと一致します。名前はハインリッヒ・ルッツ。遺体は今も見つかっていない。言葉を失った。あの山頂で、私は本当に一人ではなかった。これは創作ではない。私の日常が、あの日を境に変わってしまった話だ。次は、その、日常、からお話ししよう。私は特別な人間ではない。東京の小さな編集プロダクションで働く。どこにでもいる30代の会社員だ。毎朝同じ時間に起きて、同じ路線の電車に乗り、同じデスクに座る。そんな生活を、もう7年続けていた。変化が欲しかった。ただ、それだけだった。2026年の春、私は一人でスイスへ飛んだ。きっかけは些細なことだ。同僚が休憩室に貼った一枚のポスター。アルプスの白い峰が、夕暮れの橙色に染まっていた。その写真を見た瞬間、胸の奥に何かが刺さった感覚がした。言葉にできない。あの感じ。気づけばフライトを予約していた。旅の計画はシンプルだった。ツアーには参加しない。ガイドも雇わない。地図とカメラだけを持って、自分のケースで山を歩く。それだけだ。モンブラン周辺の広報群は、想像をはるかに超えていた。標高が上がるにつれて、空気が薄くなる。足が重くなる。それでも、一歩ずつ進むたびに、都市の喧騒が剥がれ落ちていくような感覚があった。東京での疲れが、汗と一緒に流れ出ていくようだった。その日、私が目指したのは標高3842メートルの頂上だった。午後4時を過ぎた頃、ようやく山頂に着いた。周囲を見渡しても、人影は一つもなかった。風の音だけが耳を満たしていた。空は信じられないほど近く、雲が足元よりも低い場所に漂っていた。夕日が稜線に沈みかけていた。私はカメラを取り出した。三脚を岩の上に固定して、タイマーをセットした。背景に広がる黄金色のアルプスと、小さな自分を一緒に収めたかった。何枚か撮って、その場に立ち尽くした。完璧な孤独だった。少なくとも、その時はそう思っていた。ホテルに戻り、温かいシャワーを浴びて、ベッドに腰を下ろした。カメラのデータをノートパソコンに取り込んで、写真を1枚ずつ確認していった。山頂の夕景、遠くに連なる白い峰々、そして、タイマーで撮った自分のポートレート。最初は気づかなかった。画面を拡大した時、息が止まった。私の肩越し、わずか数メートル後ろ、岩肌に溶け込むように立っていた人影。古びた登山服をまとった男の顔が、恐ろしいほど鮮明に映り込んでいた。次の写真にも、そのまた次の写真にも、それは、あの山頂で起きた、最初の異変、だった。あの日、山頂に向かうルートは静かだった。静かすぎるほど、静かだった。標高3842メートル。スイス、アルプスの稜線は、夕暮れ時に独特の表情を見せる。空気が薄く、光が斜めに差し込み、岩肌が橙と紫に染まる。息を吸うたびに、肺の奥まで冷気が刺さった。最初に気づいたのは、匂いだった。硫黄でも、
雪でもない、古い布が湿気を含んだような、埃っぽい。それでいてどこか生暖かい匂い。山頂付近でそんな匂いがするはずがなかった。風が強く、絶えず空気が入れ替わっているからだ。おかしいと思った。けれど、疲労のせいだと判断した。高山では、感覚が狂うことがある。それは知っていた。次に気づいたのは、音だった。雪を踏みしめるような、低い音、かすかではあったが、確かに聞こえた。私の足音とは違うリズムで、後ろから近づいてくるような気がした。振り返った。誰もいなかった。岩と、風と、遠くに広がる白い峰だけだった。日没まで時間がなかった。私は気持ちを切り替えた。そういうことにした。カメラをセットし、タイマーを設定した。三脚は持っていなかったので、岩の隙間にカメラを挟んで固定した。角度を調整し、フレームを確認した。背後には何もない。ただの岩肌と、夕暮れに染まる空があるだけだった。何度かシャッターを切った。その時、また感じた。首の後ろが、冷えた。風とは違う冷たさだった。局所的で、じわりとした冷気が、うなじに張り付くような感覚。思わず肩をすくめた。体温が奪われているのだと、そう思い込もうとした。見渡す限り、私以外に人はいなかった。登山道には、下山する人影もなかった。あの高さまで、日没後に残るような登山者はいない。それは常識だった。私は確信していた。あの山頂には、私一人しかいないと。だから写真を撮り終えて下山した時、何かが引っかかりながらも、それを頭の隅に追いやった。奇妙な匂い、奇妙な音、奇妙な冷気、すべて、疲れた体が作り出した錯覚だと。しかし、ホテルに戻り、あの写真を見た時、私は思い知ることになる。あの山頂で感じたすべては、錯覚などではなかった。私の背後に立っていたものを、カメラだけが、確かに捉えていた。二度目だった。いや、正確に言えば、二度目に、確信した瞬間だった。ホテルの部屋に戻ったのは、夜の9時を過ぎた頃だった。標高3842メートルの稜線から降りてくるだけで、膝は限界を超えていた。シャワーを浴び、ベッドに倒れ込もうとした時、ふと思い出した。夕暮れに撮ったあの写真を、まだ確認していないと。カメラをテーブルに置き、画面を開いた。最初の数枚は、普通だった。オレンジ色に染まる空、眼下に広がる氷河、雲の切れ間から差し込む最後の光、どれも息を飲むほど美しかった。だから、気が緩んでいた。スクロールを続けた。その時、手が止まった。画面の中の私は、カメラに向かって笑っていた。背景には夕焼けの稜線、風にわずかに揺れる髪、何も、おかしくない写真のはずだった。しかし、私の右肩の、少し後ろ、そこに、顔があった。最初は岩だと思った。影の形が、たまたま人の顔に見えているだけだと、人間の脳は、パターンを見つけようとする。特に疲れている時は、余計に、だから深呼吸をして、もう一度見た。違った。岩ではなかった。輪郭があった。目があった。鼻があった。そして、口があった。表情は読めなかった。ただ、こちらを、見ていた。古びた登山ウェアを着ていた。色は汗。形も今の装備とはまるで違う。少なくとも数十年は前のデザインに見えた。顔の半分は影に隠れていたが、残った半分は、恐ろしいほど鮮明だった。体が動かなかった。声も出なかった。ただ画面を、見つめていた。次の日の朝、震える手で現地のガイドに写真を見せた。彼は長い沈黙の後、低い声で言った。この顔には、見覚えがある。1952年、その山で消息を絶った登山者がいた。当時、捜索隊が作成したモンタージュが、今も山小屋の古い資料に残っているという。ガイドが古びたファイルを開いた。そこに載っていた顔と、私の写真の中の顔が、一致した。私は、あの山頂で一人ではなかった。では、あの男は、私に何を伝えようとしていたのか。次の夜、それが明らかになる。次の夜が来た。私はホテルの部屋で、一人だった。カーテンを閉め、部屋の明かりをつけたまま、ベッドに座っていた。あの写真を、もう一度開いた。ガイドが言っていた言葉が、頭の中をぐるぐると回っていた。1952年、その山で消えた男、捜索隊が残したモンタージュと、私の写真の中の顔が、
完全に一致した。偶然などとは、もう思えなかった。時刻は深夜1時を過ぎていた。山の夜は静かだった。風の音すら、聞こえなかった。その時、だった。部屋の空気が、ひやりと変わった。エアコンは切っていた。窓も閉めていた。それなのに、首の後ろに、冷たいものが触れるような感覚があった。私は顔を上げた。部屋の隅に、影があった。人の形をした、影だった。動いていなかった。ただ、そこに立っていた。輪郭だけがぼんやりと見えた。古びた登山服を着た。男の形をしていた。私は声を出せなかった。体が固まった。呼吸が止まった。影は、動かなかった。ただ、こちらを見ていた。どれほどの時間が経ったのか、わからない。5秒だったかもしれない。1分だったかもしれない。その時、声がした。低く、かすれた。声だった。私の名前を、呼んだ。日本語ではなかった。それでも、確かに、私の名前だった。私だけが知っている。幼い頃に家族だけが使っていた。短い呼び名だった。私は震えた。なぜ、この男が、その名前を知っているのか。なぜ、アルプスの山頂で消えた男が、今、この部屋に立っているのか。影はゆっくりと、口を動かした。言葉ではなかった。音ではなかった。でも、私の頭の中に、直接、何かが流れ込んできた。それは、助けを求める声だった。70年以上、あの山の上で、一人でいた男の声だった。誰にも気づかれず、誰にも見つけてもらえず、ただそこに居続けた魂の叫びだった。目があった。暗闇の中で、その目だけが、はっきりと見えた。悲しみと、安堵が、混ざり合った目だった。私に何かを、伝えようとしていた。だが、その夜はそれだけだった。影は、やがて消えた。部屋の空気が元に戻った。私はベッドの上で、夜明けまで動けなかった。翌朝、ガイドから一本の電話が来た。昨夜、何かありましたか？彼の声は、震えていた。翌朝、目を覚ましても、恐怖は消えていなかった。むしろ、夜明けの光の中で、それは現実のものとして固まっていた。私はベッドから出ることができなかった。天井を見つめたまま、昨夜のことを何度も頭の中で繰り返した。あの目、あの悲しみと安堵が混ざり合った目、夢ではなかった。確かに、見た。ガイドからの電話を受けたのは、午前9時過ぎだった。彼の声は、電話越しでもわかるほど震えていた。昨夜、何かありましたか？と彼は言った。私は正直に話した。部屋の中に影が現れたこと、目があったこと、それが、あの写真の男と同じ顔をしていたこと。電話の向こうで、しばらく沈黙が続いた。やはり、そうでしたか、と彼は言った。その一言が、私の背筋を凍らせた。ガイドは続けた。昨夜、麓の山岳救助隊から連絡があったといい、私が写真を撮影した山頂付近で、原因不明の気温の急変が観測されたらしい。機器の誤作動ではなく、局所的な温度の異常だったと。偶然かもしれない。だが、もう偶然とは思えなかった。私はその日、外出を諦めた。ホテルの部屋に閉じこもり、撮影した写真をもう一度、端から端まで見直した。あの一枚だけではなかった。気がついていなかっただけで、山頂に向かう途中の写真にも、何かが映り込んでいた。岩陰に、人の輪郭のようなものが見えた。霧ではない、影でもない。明らかに、人の形をしていた。私はその場所を、確かに一人で歩いていた。誰もいなかったはずだ。振り返ることもなかった。ただひたすら、頂上を目指していた。それなのに、写真の中には、ずっと誰かがいた。恐怖が、じわじわと日常に染み込んできた。山の上の出来事だったはずのものが、このホテルの部屋にまで、ついてきていた。一人でいることが、急に怖くなった。窓の外のアルプスの景色も、もはや美しいとは思えなかった。あの山が、こちらを見ているような気がした。ガイドは、午後に会いに来ると言った。話したいことがある。と、彼が知っていることが、まだあるのだ。私はそれを、確信していた。ガイドが部屋に入ってきたのは、午後2時を少し過ぎた頃だった。彼の顔は、昨日よりも明らかに青ざめていた。手に一枚の紙を持っていた。古い書類だった。端が黄ばんで、折り目が深く刻まれていた。これを、見てほしい。彼はそれを、テーブルの上に静かに置いた。そこには、
一人の男の顔が描かれていた。モンタージュ写真だった。鉛筆で描かれた。粗いスケッチだ。しかし、その顔は見覚えがあった。私の写真の中で、背後に立っていた男と、完全に一致していた。息が止まった。この人は誰ですか？声が震えた。ガイドは答えるまでに、少し間を置いた。ハインリッヒ・ミュラ、1952年。この山で消えた登山家だ。1952年。70年以上前の話だ。彼は単独登頂を試みていた。天候が急変して、下山できなかった。遺体は、今も見つかっていない。私は写真をもう一度、スマートフォンで開いた。画面に映る。あの顔、古びた登山服、鋭い目、かすかに開いた口、そしてモンタージュの男と、その顔が重なった。なぜ、私なのでしょうか。思わず、そう口に出していた。ガイドはしばらく黙った後、静かに言った。あなたが登ったのは、彼が最後に立った場所だ。同じルート、同じ時刻、同じ方向を向いて、それが理由かもしれない。偶然だった。私はただ、夕日が美しいと聞いたから、その場所を選んだだけだった。下調べもしていなかった。誰かに勧められたわけでもなかった。なのに、気づかぬうちに、彼の最後の足跡を、そのままなぞっていた。彼は迷子なのだと、地元では言われている。ガイドは続けた。山に閉じ込められたまま、帰り道を探している。だから、同じ場所に来た人間に、近づくのかもしれない。帰り道、その言葉が、胸の奥に刺さった。70年以上、あの頂上で、一人で立ち続けている。誰かが来るたびに、そこに移り込んで、ただ、帰りたいと願いながら、怖いという感情は、少しずつ、別の何かに変わっていた。悲しみとも、違う、共鳴、とでも言えばいいのか。一人で山に挑んだ人間として、私には、彼の孤独が少しだけわかるような気がした。しかし、話はそこで終わらなかった。ガイドは私の目をまっすぐ見て、こう言ったのだ。実は、あなたに見せたいものが、もう一つある。その言葉の意味が、次の瞬間に明らかになる。ガイドが見せたいもの、とは何か。私は息を飲んだ。テーブルの上に、一枚の古びた紙が置かれた。モンタージュだった。鉛筆で描かれた、男の顔。私は、その顔を知っていた。知っているはずがないのに、知っていた。私のスマートフォンの中に、いる。あの写真の中に、確かに、いる。これは、1952年に失踪したハンス・キルヒナー氏の復元画です。ガイドは静かな声で、そう言った。私は震える手でスマートフォンを取り出した。あの写真を、もう一度開いた。標高3842メートルの頂上で撮った。あの夕暮れの一枚、私の肩越しに映る。男の輪郭。古い登山服の、あの男。紙の上のモンタージュと、画面の中の顔を、交互に見た。一度、もう一度、また、一度、同じだった。目の形が、同じだった。頬の骨の高さが、同じだった。口元の、わずかな歪みまで、同じだった。どうして、私は声を出そうとしたが、言葉が続かなかった。どうして、彼は私の後ろに、いたんですか？ガイドは答えなかった。しばらく沈黙が続いた後、彼はゆっくりと口を開いた。ハンス氏は、一人で山に登った人間でした。同行者を求めず、誰にも頼らず、ただ頂上を目指した人でした。私は、聞いていた。彼が失踪した日も、天候は荒れていた。しかし彼は、引き返しませんでした。誰も止める人間が、旗にいなかったから、ガイドの目が、静かに私を見た。あなたは、一人で登ったのですね。その一言が、胸の奥に刺さった。痛みとは、少し違う。認識、と呼ぶべきものだった。彼は、私を見ていたのではないか。かつての自分と同じように、一人で頂上に立つ人間を、ただ見ていたのではないか。警告として、あるいは、共鳴として、恐怖は、もうなかった。代わりに、重い静けさが、私の中に満ちていた。私はもう一度、写真を見た。男の目が、こちらを見ている。怒っていない。脅してもいない。ただ、見ている。それだけだった。その夜、私はホテルの窓からアルプスの稜線を眺め続けた。山は何も語らない。しかし確かに、そこに何かがいた。そして翌朝、私が帰国の準備をしていた時、
一つのことに気がついた。恐怖は、もうなかった。代わりに、重い静けさが、私の中に満ちていた。私はもう一度、写真を見た。男の目が、こちらを見ている。怒っていない。脅してもいない。ただ、見ている。それだけだった。その夜、私はホテルの窓からアルプスの稜線を眺め続けた。山は何も語らない。しかし確かに、そこに何かがいた。そして翌朝、私が帰国の準備をしていた時、一つのことに気がついた。あの写真を撮った日から、私は何かが変わっていた。小さな変化だった。しかし確実な変化だった。朝、目が覚めた時、窓の外を見るようになった。空の色を確かめるようになった。以前の私は、そんなことをしなかった。毎日が同じように流れていた。仕事、疲労、また仕事。山に登ったのも、ただ逃げたかったからだった。日常から、人から、自分自身から。しかし今は違う。あの男が、あの山の頂で私を見ていた。1952年から、ずっとそこにいた男が、私は思う。彼はなぜ、あの場所に残り続けているのだろう。帰れなかったのか、それとも、帰ることを選ばなかったのか、答えはわからない。しかし一つだけ、確かなことがある。私には、帰る場所がある。それがどれほど大切なことか、今ならわかる。帰国してから3日後、私は実家に電話をした。何年もかけていなかった番号に、指を動かした。母が出た。第一声は、泣き声だった。なんで急に、と、彼女は言った。私は答えられなかった。ただ、元気にしてる。とだけ、言った。それで十分だった。スイスの山が、私に何かを渡してくれたのかもしれない。恐怖ではなく、警告でもなく、ただ、気づきを、生きているということの、意味を、あの写真は今も、私のパソコンの中にある。削除できなかった。正確に言えば、削除したくなかった。男の顔は、今も静かにこちらを見ている。怒っていない。責めてもいない。ただ、見ている。まるで言いたそうに、お前には、まだ時間がある。と、山は何も語らない。しかし2026年の春、スイスから帰った私は、以前とは少しだけ違う人間になっていた。それだけは、確かだった。次回、この物語の最後に、もう一つだけ明かされていない事実がある。あの写真は、今も私のスマートフォンの中にある。削除しようとしたことは、一度もない。正確に言えば、削除したくなかった。男の顔は、今も静かにこちらを見ている。怒っていない。責めてもいない。ただ、見ている。まるで言いたそうに、お前には、まだ時間がある。と、スイスに帰国してから、もう数ヶ月が経つ。2026年の春。日本の日常は、何も変わっていない。朝が来て、夜が来る。それでも、あの山の頂上に立った瞬間だけは、色褪せない。標高3842メートル。モンブランの峰々に沈んでいく夕日。そして、私の背後に静かに立っていた。あの男、1952年に失踪した登山家。彼は、74年という時間を超えて、そこにいた。なぜ、私の写真に写り込んだのか、それは今もわからない。ガイドのアントワーヌは言った。山は、選ばれたものだけに見せる。と、私が選ばれた理由も、わからない。ただ一つだけ確かなことがある。あの夜、ホテルの薄暗い部屋でスマートフォンの画面を凝視していた私は、何かが変わった。恐怖ではなかった。正確には、恐怖の向こう側にある、静かな感覚だった。命には、限りがある。しかしあの男は、限りを超えてそこにいた。それが何を意味するのか、私にはまだ答えが出せない。今も、ふとした瞬間にあの感覚が戻ってくる。背後に、誰かの視線を感じる瞬間が、振り返っても、誰もいない。でも、確かに感じる。山は何も語らない。しかし2026年の春、スイスから帰った私は、以前とは少しだけ違う人間になっていた。それだけは、確かだった。そして、この物語にはもう一つだけ、まだ明かされていない事実がある。次回、最後の真実をお話し